塩釜市の主婦でいらっしゃいます高橋京美さんです。テーマは石巻市南浜町、父と母を亡くして。皆さんのふるさとはどこですか？そこにあるのは懐かしい匂いのする家、大切な家族の笑顔、可愛がっていたワンちゃんや猫ちゃん、玄関を一歩出るといつも通りの街並み。それがある日突然めちゃくちゃに壊されて奪い去られてしまう。それが災害なんです。私たちが実家のある石巻市の南浜町にたどり着けたのは3月14日のことでした。海から程遠い場所までことごとく冠水している中をとにかく車が行けるところまで行き、あとは車を乗り捨て線路の上を歩いて実家に目指しました。途中すれ違ったご夫婦に通れる箇所を教えていただいたとき、こう言われました。あんたたち今から南浜町さ行くの？私たち今見てきたんだでば。地獄ってああいう言葉言うんだっちゃね。地獄？どういうこと？流行る気持ちを抑え、とにかく日和山までなんとか登り、海側に向かう坂道を降りた途端、私たちは息を飲んで立ち尽くしてしまいました。バリバリと何台ものヘリコプターが飛び交い、本来なら閑静な住宅街であるはずのその場所が砂と泥に埋もれ、家や建物はもぎ取られ、大きな力でかき回され、3日続いたという火事と爆発はあちこちでくすぶった煙を上げ、焦げ臭い匂いが充満していました。家だったらしきもの、車だったらしきものがひねり潰され、焼き尽くされ、めくれ上がって私たちが立っている坂道の途中までせり上がってきています。いくら押さえても歯がガチガチと震える体を抑えることができません。隣にいた息子がぽつりとつぶやきました。ねえ、これって戦争の後？当時17歳、戦争なんて知るはずのない息子がそう表現せざるを得ないほど、それは衝撃的な光景だったのです。とその時、程遠い海の近くにかろうじて建物が残っている一角に気づきました。目を凝らすと私の実家があるではありませんか。夢中で坂道を駆け下り、自分たちの背丈以上もある断崖によじ登り、そちらに向かいました。焦げて灰になる寸前のまだ熱い家の柱に足がズブズブと沈み込んでいきます。黒くて重たい泥に何度も何度も靴が剥ぎ取られてしまいました。後ろで誰かが叫んでいます。おい、戻ってこい、危ねえど、何かあっても助けてやれねえど。でも私は怖くて怖くて振り向くことすらできず前に進みました。そうしてなんとかやっと実家にたどり着いて家の中を見たらこのようなありさまでした。あまりの惨状に唖然としながら、でも父と母がいるはずだと奥に分け入ってみたら、廊下の奥に私の母が砂と泥にまみれて小さくうつ伏せに倒れていました。お母さん、ばあば、取りすがって泣き叫びましたが、ピクリとも動きません。とにかく何とか引きずり出し、転がっていた襖に母を寝かせ、持っていったペットボトルのお茶で母の顔の泥をそっと下ろしました。すると眠っているかのような穏やかな顔、ピンクの唇、ピンクの頬、今にも目を開けておしゃべりを始めそうです。でもいくらさすってもいくら頬ずりしても、母は冷たくて冷たくて冷たくて目を開けてはくれませんでした。信じられない、
理解できない、受け入れられない、受け入れたくなんかない。この目の前の私が生まれ育った町も、目の前の母も、建物がことごとくなくなっていたためか、海辺にあるその町はその日風がとても強く吹いていました。父を見つけたのは3月24日のことでした。しかもなんとそれは遺体安置所の身元不明の写真の中からだったのです。小さい子もいました。真っ黒に焦げている人もいました。そんな中に父の写真もありました。口を開けてつぶった目にはびっしりと砂がこびりついていましたが、これは父に違いない、父に早く会わせて、父のそばに行かせて、そう訴えると係の人が遺体安置所に案内してくれました。中に入ると、まるでゴミのようにブルーシートに包まれたご遺体、むき出しになったご遺体が何百体もびっしりと並んでいました。そこを踏んづけないように気をつけながら父のもとに進み、しゃがんで父の頬に手を当てると、日にちが経って赤黒く変色していた父の顔は母の時と違ってとても硬かった。身元不明の遺体だったからか、片方の足の親指の爪が剥がされていました。そこにうっすらとにじんでいた血が、父は確かに生きていたのだということをかすかに告げているかのようでした。あれから3年と8ヶ月が経とうとしています。でもまだ私は暗いトンネルの中でもがいているかのようです。あの日、父や母のように生きたくても生きられなかったたくさんの命、またあの後、生きる気力さえ奪われ消えていくしかなかった命。私も何度精神科からもらった睡眠薬を立て続けに飲んで、もういっそのこと早く死んでしまいたいと思ったことでしょう。でも私今生きて皆さんの前でこうしてお話ししています。皆さんの命と私の命が今ここに確かにあります。でも明日が来る保証は誰にもないんですよね。だからこそ今この一瞬一瞬をみっともなくてもいい、かっこ悪くてもいい、あいつくばってでもいいから生きていこうと自分に言い聞かせています。明日は奇跡だからこそ今を生きる。ありがとうございます。